やっぱりそうだろうと思っていたよ。君の言う通りさ。その通りになった。ただし、断っておくが、こちらが何から何まで厄介な仕事になるとは言わないよ。おそらく、入るのは何の苦もないだろう。手こずらせるとしたら出る方さ。だらしのない世帯ときたら、そこが始末に終え。とラフルズは、まるで義憤に駆られたように声を張り上げた。いいかい、バニー。僕は月曜の夜をまるまる隣の庭の植え込みで過ごして、塀越しに覗いていたんだ。信じてくれるかな？夜通し誰かが起きていたんだぞ。カフィール人のことじゃない。あの連中はそもそも一度も寝床につくことがないんじゃないか、気の毒に。いや、ローゼンタール本人と、あの土黄色の顔をしたターディスとかいう獣のことさ。あの二人は入ってきた真夜中から僕が引き上げる夜明けまでずっと起きて飲んでいた。それでも引き上げる時には互いに罵り合うくらいにはシラフだったよ。ついでに言えば、二人は庭で僕のほんの数ヤード先で早く殴り合いになりかけて、その時に、いざという時役に立ちそうな肝心な時にローゼンタールの狙いを狂わせてやれそうな話を耳にしたのさ。IDD がなんだか知っているかい？聖ダイヤモンド会にイリシットダイヤモンドバイヤーのことだろう？薬中南アフリカで横行した盗掘ダイヤの密売会業者を指す当時の隠語。その通り。どうやらローゼンタールはそれだったらしい。酔った勢いでカービスにうっかり漏らしたに違いない。とにかくカービスがそれをネタにあざけてケープタウンの防波堤を引き合いに脅しているのを耳にしたのさ。それで、どうも僕らのお友達二人は友であり敵でもあるらしいと思い始めている。ところで明日の晩のことだが、僕の計画に小細工はない。要するに、連中が遊びに出ている間に忍び込んで、帰ってくるまで、いやそれ以上息を潜めて待つ。できればウイスキーに細工しておきたい。それでことはずっと簡単になる。もっともあまり正々堂々とした手とは言えんがね。それでもローゼンタールの拳銃を忘れちゃいかん。彼に僕たちの体へ名前を書き込まれちゃたまらんからな。だが、あれだけ書き入る人がうろついているとなると、実中泊ウイスキーに細工はできても、その隙を狙えば客に一つも勝ち目はない。あの異教徒どもと一悶着でも起こせば、それだけで何もかも台無しさ。おまけに、ご婦人方もいるしね。なんと、女までいるのか。築女ベディの方のご婦人だが、まさに大騒ぎを引き起こすにうってつけの声の持ち主さ。あの枯れ切り声が恐ろしい。あれは僕たちには命取りだ。逆に言えば、気づかれずにうまく身を隠せれば、それで勝負の半分は勝ったも同然さ。ローゼンタールが酔いつぶれて寝てくれれば、紫のダイヤモンドが一人一つずつ。シラフで起きていれば、代わりに弾丸が一発というところかな。そうならないことを祈ろう、バニー。それに、撃つのは向こうばかりじゃないからな。だが、こればかりは神々の膝の上、任せさ。そんなわけで、僕たちはピカデリーで握手を交わして別れた。僕が望んだほど遅い時刻ではまるでなかったが、ラフルズはその晩、僕を部屋に招こうとはしなかった。クリケットやその他の勝負事の前には、たっぷり眠るのを決まりにしているんだ、と言って、僕への最後の一言も、同じ流儀でこしらえられていた。いいか、今夜は一杯だけだぞ、バニー。多くてもせいぜい2杯だ、命を惜しむならな。それと、僕の命もな。僕は素直に従ったものだ。そしてそれが、果てしない眠れぬ一夜を僕にもたらした。向かいの家々の屋根が、青灰色のロンドンの夜明けを背に、ようやく浮かび上がってきたことも覚えている。もう一度この夜明けを拝めるだろうかと案じ、自分勝手にしでかしたあのちょっとした遠征をつくづく恨んだものだった。ルーベン・ローゼンタールの庭に隣り合った庭に僕たちが陣取ったのは、夜の8時から9時の間だった。林家の主はあのとんでもない放蕩者で、近所の住人を追い払ってしまったおかげで、その家は締め切られていた。これはほとんど、自ら僕たちの手中に身を投げ出すようなものだった。そちら側からは不意をつかれる心配がまずないので、僕たちはちょうど腰に見える高さの塀に身を隠して、目当ての屋敷を見張ることができた。おまけに、どちらの庭にも程よく茂った低木があって、それが一層の遮蔽になってくれた。こうして塹壕を構えるように1時間も経ち、明かりの灯った一対の張り出し窓を見張りながら、ブラインド越しにひっきりなしに降りるバクとした人影をうかがい、コルクを抜く音、グラスの触れ合う音、そして屋内で次第に高まっていく下品な話し声に耳を澄ましていた。
運に見放されたかに思えた。紫のダイヤモンドの持ち主は自宅で晩餐をとっており、それも度を越して長々と続いていたのだ。僕はてっきり晩餐会だと思った。ラフルズの見立ては違った。そして結局、彼が正しかった。馬車道で車輪がきしみ、見とうたての馬車が玄関先に止まった。食堂からどっと人が湧き出し、あの大きな話し声が一度は止んで、ほどなく今度は玄関口から吹き出してきた。僕たちの位置をはっきりさせておこう。塀を越えた屋敷の脇、食堂の窓からほんの数フィートのところだ。右手では建物の一角が裏の芝生を斜めに二分しており、左手では別の一角の影からちょうど張り出した玄関の段と待たせてある馬車とが見えていた。ローゼンタールが出てくるのが見えた。何よりも先にダイヤモンドのきらめきが見えた。続いて剣闘家、それから入浴用スポンジのような髪をした婦人が一人、さらにもう一人、そして一行が顔を揃えた。ラフルズはひどく興奮して身をかがめ、僕も引っ張って下ろした。女たちも一緒に出かけるぞ。と彼はささやいた。これは願ってもない。それはもっと結構だな。ガーデニアへ。と大富豪がわめいていた。そしてそれが何より結構だ。とラフルズは言って、蹄と車輪が門をくぐって砂利を踏み砕き、見事な速さで遠ざかっていくのを背に、すっくと立ち上がった。さあ、どうする？と僕は興奮に震えながらささやいた。あとは片付けにかかるだろう。そら、あの連中の影が来た。客間の窓は芝生に面して開く。バニー、ここが正念場だぞ。仮面はどこだ？僕は仮面を取り出した。震えを抑えようとしたが、どうにも抑えきれなかった。だが、彼が気づかぬはずもないその震えに、何の一言もかけずにいてくれたとき、僕はラフルズのためなら死んでもいいとさえ思った。僕に仮面をつけてくれ。それから自分の仮面もつける彼の両手は、しっかりと落ち着き払っていた。いやはや、いいかい、君。と彼は朗らかにささやいた。これまで見た中でも、君はとびきりの悪党面だぞ。この仮面だけで黒人の一人くらい震え上がらせられるさ。もし出くわせばの話だよね。だが、気を剃るなと言っておいて正解だったよ。いざとなったら、その言葉遣いさえ忘れなければ、君はホワイトチャペルの男で通る。自信がなければラバみたいにむっつり黙り込んで、セリフは僕に任せておくがいい。だが、に恵まれればその必要はあるまよ。さあ、用意はいいか？バッチリだ。サルグツアは？ある。天汁は？ある。では、僕についてこい。たちまち二人は塀を越え、地の瞬間には屋敷の裏手の芝生にいた。月はなかった。星々までもが、その軌道の上で、僕たちのために身を隠してくれていた。僕は先導役のかかとにピタリとついて、浅いベランダに面したフランス窓のところまで這い進んだ。彼が押す。窓はすっと開いた。またしても運がいい。と彼はささやいた。運だらけじゃないか。さあ、明かりだ。すると、明かりが現れた。20余りの電灯が、ほんの一瞬だけ赤く灯り、それからくらんだ僕たちの目に、容赦のない白い光を浴びせかけた。視力が戻ると、4丁の拳銃が僕たちに狙いを定めていた。そしてその2丁の間で、ルーベン・ローゼンタールの巨大な体が、頭のてっぺんからつま先まで、ぜいぜいと笑い震えていた。こんばんは。お若いの。と彼はしゃっくり混じりに言った。やっと会えて嬉しいぜ。だが、そっちの左の野郎。足の先でも指の先でも動かしてみろ。即座にあの世行きだ。お前のことだぞ。この薄汚ねえよそ者が。と彼はラフルズに向かって怒鳴った。お前のことは知ってるんだ。ずっと待ってたのさ。この1週間。お前をずっと見張ってたんだぜ。ずいぶん抜け目ないつもりだったろう。ある日は物乞い。次は酔っ払いのふり。その次はキンバリー時代の古い仲間とやらだが、そんな野郎は俺のいる時には一度も来やしねえ。だがな、お前は毎日同じ足跡を残したんだよ。この間抜けが毎晩同じ足跡を屋敷の周り中にな。わかったよ、旦那。とラフルズは間延びした調子で言った。興奮しなさんな。これは見事に御用だ。どうやって嗅ぎつけたかなんざ知りたくありやせ。ただ故障だから打たねえでくだせ。
あしらは丸腰なんで、神に誓って。お前は抜け目のねえ野郎だ。とローゼンタールは引き金に指をかけながら言った。だが、もっと抜け目のねえ相手に当たったってわけさ。サイデー、そら客も承知でさ、ジャロニチはヘビ、サイデーね。僕の目は丸い黒い銃口から、罠となった呪わしいダイヤモンドから、太りすぎた剣闘家の土毛色の豚面から、そしてローゼンタール本人の燃えるような頬と鍵鼻から、なんとか引き剥がされていた。僕はその向こう、戸口を埋め尽くすものを見合っていた。震える絹とビロード、黒い顔、白い目玉、縮れた頭。だが、ふと訪れた沈黙が、僕の注意を大富豪へと引き戻した。今や、その花だけが赤みを保っていた。どういう意味だ？と彼はしわがれた声で毒づきながら囁いた。配置前、さもなきゃ、畜生。風穴を開けてやるぞ。防波堤ブリークウォーターはどうなんで？とラフルズは涼しい顔で間延びした調子で言った。なんだと？ローゼンタールの拳銃が次第に大きく弧を描き始めた。防波堤はどうなんで？旦那 IDD の旦那よ。一体どこでそれを聞きやがった？とローゼンタールは尋ねた。太い首をゴロゴロ鳴らして笑いのつもりらしい。そらまあ聞きたくもなるやしょう。とラフルズは言う。足の来たところじゃそこいらっちゅうの評判でさ。一体誰がそんなたわごとを広めやがった？さあね。とラフルズは言う。そちらの左の旦那にでも聞いてみやせ。ことによっちゃご存知かもしれやせんぜ。その左にいた紳士は感情のあまり土毛色になっていた。やましい良心がこれ以上あからさまに現れた試しはあるまい。一瞬その小さな目がタプタプした顔の中ですぐりの実のように飛び出した。次の瞬間には彼は本能的に拳銃をポケットにしまい、拳を振りかざして僕たちに飛びかかってきた。どけ。明かりの前からどけ。とローゼンタールが反響乱で叫んだ。だが遅かった。たくましい剣闘家がその車線を塞いだ途端、ラフルズはひと飛びで窓を抜けていた。一方、立ち尽くしたまま何も言わずにいた僕は、見事な手際で床に殴り倒された。気を失っていたのは、ほんのつかの間だったに違いない。正気に帰ると、庭ではえらい騒ぎが起きていたが、客間には僕一人きりだった。僕は身を起こした。ローゼンタールとパービスが外を駆け回り、カフィール人を罵り、互いになじり合っていた。あの塀を越えたんだ。言ってるだろいや、こっちの塀だってば。警察を呼ぶ笛を吹けねえのか？う。警察なんざクソくらえ。あんな連中はもうたくさんだ。だったら、戻ってもう一人の野郎を取り押さえた方がいい。お前こそ、自分の身を取り押さえとけ。それがお前のやるこった。じゃら。この黒い豚目。こそこそ隠れてやがったら、ただじゃおかねえぞ。その脅し文句は、もう耳に入らなかった。僕は両手両膝をついて客間から這い出すところで、自分の拳銃を、その鋼鉄の輪っかで刃にぶら下げて揺らしていた。一瞬、玄関広間もまた無人だと思った。だが、それは間違いだった。僕は四つん這いになった一人のカフイール人にぶつかってしまった。気の毒に、まともに殴りつける気にはどうしてもなれなかったが、精一杯恐ろしげに拳銃を突きつけてやった。そして、黒い顔の中で白い歯をカチカチ鳴らすその男を残し、僕は階段を3段飛ばして駆け上がった。なぜそれしか道がないかのように、あんな思い切りの良さで2階へ上がったのか、自分でも説明がつかない。だが、庭も1階も人でひしめいているように見えたし、他にもっとまずい手を選んでいたかもしれないのだ。最初に行き当たった部屋へ飛び込んだ。寝室だった。明かりはついているが、誰もいない。そこへ入った途端、姿見の中に自分自身の全身を見て、どれほどぎょっとしたか、生涯忘れまい。仮面をつけ、武装し、ボロをまとった、あの恐ろしい悪党。それがまさしく僕だったのだ。弾丸か高手縄か、そのどちらかにこそふさわしい。まさに腐肉だ。そして僕は、そのどちらかを覚悟した。それでも、鏡の裏の衣装戸棚に身を隠した。そしてそこで、震えながら、自分の運命を、自分の愚かさを、そして何よりラフルズを、最初から最後までラフルズを呪い続けた。確か、たっぷり半時間はそうしていただろう。やがて衣装戸棚の扉が、
いきなり大きく開け放たれた。彼らは物音一つ立てずに部屋へ忍び込んでいたのだ。こうして僕は惨めな捕虜として階下へと引きずり下ろされた。玄関広間では見苦しい場面が続いた。今や舞台にはご婦人方も加わっていて、その絶望的な犯罪者の姿を目にするや一斉に金切り声を上げた。実のところ僕は彼女たちに十分な口実を与えたに違いない。もっとも仮面はもう剥ぎ取られて隠していたのは左の耳だけだったが、ローゼンタールはその悲鳴に静かにしろという方向で答えた。入浴用スポンジのような髪の女は負けじと甲高い声で彼を罵り返す。そこは筆舌に尽くしがたいバベルの混乱と化した。警察が現れるまでにあとどれくらいかかるだろうと考えていたのを覚えている。タービスとご婦人方はすぐにも警察を呼んで僕を引き渡そうとしていた。ローゼンタールは聞く耳を持たなかった。彼は自分の目の前から立ち去る者は男だろうと女だろうと撃つと息巻いた。警察はもうたくさんだと、連中をここへ来たさせて今日をそがせるものか、自分のやり方でこの男を始末してやると。そういうなり彼は他の皆の手から僕をもり取り、扉に叩きつけ、僕の耳から1インチのところに弾丸を打ち込んで木をメリメリと貫いた。このユイドレのバカが人殺しになるぞ。とパービスが叫び、再び割って入った。俺の知ったことか。こいつは武装してるんだろう。正当防衛で撃ったまでだ。他の連中への見せしめにもなる。どくのか、それともてめえが食らいてえのか。あんたは酔ってるんだ。とパービスはなおも二人の間に立ちはだかったまま言った。入ってきてからなみなみ一杯引っ掛けたのを俺は見たぞ。それでぐでんぐでんに酔っちまってるんだ。しっかりしろ旦那。後で後悔するようなことをしちゃいけねえ。だったらこいつにはてめえこいつの周りをぐるりぐるりと撃つだけだ。あんたの言う通りだよ相棒。傷つけやしねえともとんだ間違いだった。ぐるりぐるりとな。ほらこんな具合に。そばかすだらけの手がパービスの肩越しにさっと突き上がり、彼の指輪から藤色の稲妻が、拳銃から赤い閃光がほとばしった。反響が消えてゆく中、女たちの悲鳴が走った。木の破片がいくつか僕の髪に突き刺さった。次の瞬間、剣闘家が彼の銃を奪い取った。これで僕は悪魔の手からは逃れたものの、結局深い海へと突き落とされる定めだった。一人の警官が僕たちのただ中に現れていたのだ。客間の窓から入ってきたその警官は口数少なく見上げた手際の良さだった。あっという間に僕の手首には手錠がかかり、そのかや剣闘家が事情を説明し、その雇い主は無力な悪意を込めて警察とその手先を罵り続けた。大した見張りな。さぞお役に立つことだろうよ。何もかも終わってから家中が寝込みを襲われて皆殺しにされていたかもしれんという時にのこのこやってくるとはな。と警官は僕を連行しながらようやくその男に目を向けてやった。あんたのことは何もかも承知しておりますよ旦那。と彼は軽蔑もあらわに言って、パービスが差し出したソブリン金貨を断った。またお目にかかりましょう旦那。レイルボーンの治安裁判所でね。今すぐ出頭しようか。お好きなように旦那。あちらの紳士の方があんたをよほど必要としていると思いますよね。それにこの若いのは大して手こずらせる気はなさそうですから。ああ、おとなしくついていくよと僕は言った。そして僕は連れて行かれた。黙ったままおそらく100ヤードほどを進んだ。真夜中にはなっていただろう。人っ子一人出会わなかった。ついに僕は囁いた。一体全体どうやってのけたんだ。全くのぬさ。とラフルズは言った。裏庭の兵という兵をレンガの一つに至るまで知り尽くしていたおかげでまんまと逃げおせるに恵まれた。おまけにこの衣装一式を他の品と一緒にチェルシーに置いてあったのも二重の幸運だった。このヘルメットはオックスフォード時代にこしらえたコレクションも一つでね。ほらこうやってこの塀の向こうへ放り込んでしまおう。それに本物のおまわりに出くわす前に上着とベルトは手に持って運んだ方がいい。これはいつだったかアルマス家用に手に入れたものでね、表向きはそういうことになっている。そこにはちょっとした物語があるんだが、
いつかまた役に立つこともあろうとずっと思っていたんだ。今夜一番の難所は僕を繰り返してきた辻場所を厄介払いすることだった。10シリングと我が懐かしのマッケンジー宛ての特別なことづてと持たせてスコットランドヤードへ走らせてやったよ。捜査課が袖でローゼンタールの屋敷を仕掛けるのはあと半時間ばかりのうちだろう。無論僕は当てにしたのさ、あの個人の警察嫌いをね。これまた途方もない幸運の一点さ。もし君が逃げおせていればそれで結構。もし逃げ損ねたらあの男はできるだけ長く捕らえたネズミをなぶろうとするに違いないと僕は踏んでいた。そう、バニー、これは僕が目論大以上にすっかり仮想の一幕になってしまったし、おかげで僕たちは随分面目を潰して引き上げる羽目になった。だが、いやはや、こうして無事に切り抜けられただけでも大した幸運じゃないか。